65ぐらいになったら店を若い人に任せて、僕は、全国美女巡礼みたいに回ったり、あとは外国の展覧会行くっていうことと、ホンヤラドの歴史をね、書くことに専念しようと思ったんだけど、それで、そこで火事にあって、ちょっと呆然自失となって、でモニターパネルもアンドレアスとかいろんな人にあげて、もう忘れてどっかに忘れてどっかねしまい込もうと思ったからね。やけくそってやけっぱちやけの8分やらなきゃやけっぱちになって、そういうとこをいろんな周りのね人たちが励ましてくれて、二条城の展覧会までできたわけよね。でそれでも燃えた写真に関しては頭のどっか行ったよね。で僕の写真の場合は書いたものといろいろ連動してね、自分の中にあってそれこそ歌で言えば「柱の傷は一昨年の」みたいな感じで、家の本屋のあちこちにいろんな映像の記憶となんか結びついてるし、その拡張版が今日出町だったり、京都でもそういう街角のあちこちの街角に喜怒哀楽の痕跡があるみたいな、それをある種の地図みたいなね、自分のメンタルマップみたいに作るながら、もう一遍いつか写真をね、プリントするなり、再構成しようかなと思ってたんで、今回そういういきなりこんな変なタイトルになったんだけど、くれっていう人がだんだん増えてきて、でもめちゃめちゃきれいなって配ったりするような人も出てきて、なんかちゃうかなと思って、でもう一遍燃えたままの記憶もどっか片隅に陰りができて、写真もどっか分かんないような、それが自分の現状やし、その現状をまず見据えてから、行くしかないなと思って、今回のこういう、コロナ時代の現実を撮れって言われても、それも心動かんでもなかったけど、それより自分の中のことを早く整理したいっていうか、本当はもう書き下ろし早く終わってないとあかんし、出町の大分無限物語って出町のこの400年のことも特に去年の展覧会あたりか京都グラフィーとかいろいろ出町のことでいろいろ質問を受けたりして、それはないでっていうのをやったから、そういうことと絡めて、かっこよくそういうパンフレットを作ってそういう展覧会できたらいいと思ったけど、こんなお粗末な展覧会になってしまったんですね。写真も店も書くもんも箸の棒にもかからんような、僕やけど、それを総合的に捉えた煮物というか書き物かそういう作りたいという意欲がふつふつと湧いてきてね。で今本当はもうパンフレット作るはずの90枚490枚かけたんやけど、やっぱり150枚欲しいから、10月までぐらいにパンフレットにでこれは入れるかどうかがちょっと出町周辺のどうせ京都グラフィーも図録なんかそんな作らんと思うから、面白い図録を作ろうと思って、その時にこういう焦げた写真がある種の重しになるとか考える時、いろんなつながりがね、できるような
あれ写真も選んだことは選んだんやけどね。まあ僕はもう大げさに言えば、まあアニメズムやんないけど、ね、神々は細部に宿りたもうという、それこそそこら中に霊魂があるっていう、だから変なあんまりこう体系的な思考も弱いし、もうなんかぐちゃぐちゃなもうマンダラがこうあっちつながりこっちつながりKJ 法としてかな KJ 法というか、まあ上沢忠夫の、兄弟方式っていうのがあったけど、発想がある種痕跡を投稿痕跡をつないでこうなるかっていうね、それを、なるようにっていうか、もう出待ちで写真を撮り始めた時からもう何でも撮ってればいいって、そのうちこういろいろつながると思って撮ってきたから、もう十分撮ったって、あとはだから全国美女巡礼やって、でその間にぼちぼちやろうと思って矢先に燃えてしまったわけよね。だからもう一遍そういう、現状を踏まえていいことも悪いことも含めたまあ僕は写真家と言えるかどうかわかんないけど、写真家界の2020年っていうような感じを年内にはまとめるつもり。白梅寿司っていう加藤インバイヤードがあったわけ。それは三車通りにあって、今出川から南200メーターぐらいの伏見宮の空き地かなあたり、まあね、明治幕末でややこしくて大仏希釈なんかがあって、観音宮とかなんかあちこち行った連中はみんな仏教徒になってて、みんな戦々恐々としてたわけね。伏見宮も宮さんも全部江戸時代お寺に入ってて、で明治維新で慌ててそれを特例一杯作って、それでもうほとんど明け野原やった。そこにインバイアドがあって、新売茶屋とかって八瀬大原あたりでなんか作ったものを佃煮を売るという、看板を出してるけど、実は女郎やった。それが30件ぐらいあった。で今でも三車っていう名前ついてるのは寺町まで角っこの三車屋、それからプランタンの裏の三車会館かな、それから出雲に土地に三車大明神とかなんか変な石碑があるけど、そのぐらいで一応三車っていうのは牛車が通る道っていう。でそこにその三車屋さんっていうのは江戸までは油屋さんが一番金持ったからね。三車屋さんっていうのはその白梅寿司の中にすごい大きな油屋問屋やってて、大正デモクラシーの頃お札に火つけて祇園で遊ぶようなそういう人の今の当主はその3代目かな4代目ぐらいの人で、なんかちょっと品のある顔してるけど、それをちょっと誇りに思ってるようなことを今でも喋るけど、80過ぎぐらいのおっちゃんがね、一応弁天さん京都の七福神って言ったら、その弁天は出町弁天って言うけど、その遊郭その女郎屋と結びついてて、しかも北野神社絡みの飲み屋経営の飲み屋と比叡山の坂本の流通業者が出町まで、伏見にある聖徳がそこでやけど、その酒屋と女郎屋とあと小国の坊さんたちが支配して、その間に御所を出入りする歌謡町っていうのと川を支配する河原門ってかの町だったわけだから、
出町って町に微妙なニュアンスがあって、誇りであるようなこう馬鹿にするようなニュアンスはそういうニュアンスがあるね。で増幅するような出入りする町とか増幅するとか、まあそういうようないろんなイメージが豊かにこう喚起力がある地名なんやけど、でもそんな考えたらもう日本中そこら中そういうとこだらけやですね。でまあここも取ってつけたような話だけど、僕が出た大分県っていうのは江戸前の数十年前はやっと日本中の流通業者がこう日本中回る時代、戦国ね鬼の乱過ぎて回れるようになったね。その時人国記っていう諸国の人情ね、それから物産とか書いた本が人国記というのが出る。そこにね、大分県の特質はね、間引きって、間引きの国として有名だっていう。まあ間引きって流弾するよ。流されてこう流れんかって出てきた連中が流民となって都に来たっていうようなイメージで、僕は出町に僕はいるっていうイメージでこういるわけで、だからその弁天さん周辺に集まった連中に対するね面白いストーリーを書こうと思って出町でスーパー反対運動が起こった時、もうそんなことね、スーパー反対とか毎日2年間ぐらい毎日デモやったわけ。千本今出川とか出町のおっさん連中の岸本屋とか、なんか今でもあだれ餅売ってるみっちゃんなんか会うたび「なあ母さんあの子よかったな」って会うたび「楽しかったな」とか言うするけど、そんなバカなことやってどうすんやっていうのを僕は青空写真展をやってる間にいろんな人と喋ってて、そんなこと知らないと出町の連中でさまよう弁天さんっていう芝居を書こうと思って、その芝居のシナリオもヤン・ミンギさんという東九条マダンの創設者のヤンさんと相談して、であと黒テントの連中を呼んである種芝居にしようと思って、台本を書いたけども、それよりもまあ同時にそれと一緒に出町フライヤー広場をやろうっていうことになって、そっちにガーッと傾斜して、それとまあほにゃららの僕の周辺の連中が僕についてこなかったりしてみんなぐちゃぐちゃになって、芝居が完成戦で黒テントの大テントに600人入る芝居を4回やったぐらいかな。でそれをきっかけにして出町フレイ広場ってできるんだけど、その時言い出しっぺっていうことでと、それから出町だけ最初から疑心暗鬼だったから、岸本さんとか商店街のおっさん連中僕は信用してなかったから、じゃあ100万円集まると。で本屋の出入りする人たちから1人1000円もらって1000人委員会って作って100万円を1ヶ月半ぐらいで集めて、で商店街のさんにバンと会議で渡して、これでもこの芝居をやらないか、出町フライ広場をやらないのかって言って単価を切って始まったのが1980年の出町フライ広場で、それができるまでの過程をさまよう弁天さんという芝居にするはずだったで、同時に僕はムービーもそれを撮ったわけね。焦げてあるかないか分かんないという、何本かあるけどめちゃくちゃデモの写真ばっかり映像だけやと思うけど、そういう記憶の彼方にあることを、この写真見るといっぱい思い出してくるわけね。だからそれを自分だけ分かるようなストーリーじゃなくて、面白い誰でも分かるような面白いストーリーにしようと思って、10月までします。そんな感じ。